ご理解第47節。祈れ薬れにすればおかげも早いが、薬れ祈れにするからおかげにならぬ。病気だけのことでなく、すべてに神様を中心にしてというご神意です。今朝、福岡の龍さんがお礼参拝されました。先日より宮崎に縁についておられるお嬢さんより、お孫さんの急病の知らせがあり、すぐ来てくれとのことであった。とりあえずお取り次ぎをいただいてとこちらにお願いに見えました。そこで私は、あなたが宮崎に行かれたからといって病気が治るわけでもありません。あちらのことは神様にお任せして一心にこちらにお参りなさいと申しましたから、心が決まり、毎日参拝でき、今日のお礼参りのできるおかげになったのです。薬は毒ですと教えてくださるのですから、毒薬返じて薬になる送り合わせを願わずにはおれません。毒薬返じて薬になる。毒薬返じて薬になる。これは何も薬だけのことではないと今日分からせていただきました。それは欲ですね。欲もまた牙城牙欲が返じて薬となるというのでしょうか。そのどういう単語が入るのか分かりませんけれども、牙城牙欲返じてありがたいとなるとでも言うのでしょうかね。私は今日から私の信心姿勢を大転換させていただこうと思います。それは今まではどちらかというと欲というものを外す方向で来ました。そしてその欲を外せば外すほどどうなるかと、何かありがたいというもの、喜びというものも薄れてきたような感じがするのですね。それで一体ありがたいということはどういうことだろうかと、今朝からずっと新中記念の時に思わせていただいておりました。それで思わせていただきますのは、ありがたい、その裏には欲するということがあると。例えばお酒が好きな人、甘いおまんじゅうが好きな人、その甘いおまんじゅうが好きな人にお酒をあげてもあまり喜びませんね。もらった方としてもあまりありがたくありませんね。お酒が好きな人がおまんじゅうをもらってもありがたいとはあまり思いませんね。私どもの中には意識する意識しないとにかかわらず欲するものがありますね。その欲するもの、あれが欲しいとかこれが欲しいとか食べたいとか飲みたいとか、その意識する意識しないとにかかわらず、やはり何かしら欲するものがあります。その欲するものが叶えられるときにありがたいという心が湧いてくる。あるいは喜びの心も湧いてくるのですね。鶏が先か卵が先かという議論があります。しかしこのありがたいという心が湧いてくる。それはその前にそのことを欲するという心、その欲するという心が根源になっている。ありがたさの根源は欲する心だと。
もし私どもの中に一切欲する心がなくなってしまったら、一切の欲がなくなってしまったら、そうなるとありがたいという心もなくなってしまう、湧いてこないということですね。病気から治りたい、健康な体になりたいという欲する心があるから、健康になればそこにありがたさが湧いてくる。その私どもが健康になりたいというのではなく、神様の願いが成就するお役に立ちたいという願いの方が、そういう欲する方が強かったら、たとえ健康を害してでも、これによって神様の願いが成就するのだとありがたくもなれる。しかしその裏には、健康を欲しているのではないけれども、神様の願いが成就することを欲しているわけですね。そのもし神様の願いが成就することも欲しない、健康であることも欲しないとするならば、病気になっても何とも思わない、その病気から治っても何とも思わない、無味乾燥なものになってしまうのではないでしょうかね。ですから、日本一ありがたい私になりたいと願うからには、ありがたくなるその元がいるわけです。そのありがたくなる元は何かというと、欲する心です。日本一ありがたい私になりたいと欲する心があるから、どうやったらありがたくなるだろうかという精進もできるわけですね。もし日本一ありがたい私になりたいと欲する心がなかったら、何もありませんね。欲するということ、その欲を持つということがいかにありがたい、ありがたさを感じる、喜びを感じるということにつながるかということがわかりますね。欲する心がないところにはありがたさもないのですね。喜びももちろんないというわけです。師匠は我情を鎮め、我欲をコントロールすると教えてくださいましたが、その欲をコントロールすることがいるのかもしれませんね。ありがたくなりたいと思うならば、欲する心をいよいよ広げていくというのでしょうか。正しい欲する心、神様から許されての欲する心、欲というのでしょうかね。そういうものを大いに持ちたいものですね。それが我欲であったのでは難儀となります。しかし、正しい欲する心、それがなくなってしまったら、ありがたさも喜びもなくなってしまいます。ありがたい心をいただくために、喜びの心をいただくために、正しい欲する心をいよいよ私どもの中に、何というのでしょうかね、持つというのでしょうか、作っていくというのでしょうか。ですからこれからは欲をなくすのではなく、いよいよ欲を募らせる。それはありがたくなるための欲をいよいよ募らせる。そういう方向に信心姿勢を変えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。